今回は新松戸駅から奥駅までの常磐線とちょっとプラスアルファのルートを歩きました。 27.8 キロのルートとなります。まず新松戸駅を出て馬橋駅、その後に、北松戸駅を通って松戸駅に至ります。ここから松戸駅からがちょっと長くて、次は金町駅で亀有駅で北千住駅になります。その後南千住駅の方に行って、常磐線はここで最後の三河島駅に行きます。で奥駅だけちょっと行きたくを取ってなかったので、奥駅に通って今回は終了となります。まずは新松戸駅に到着して出発となります。では新松戸駅の駅タグを取ります。なかなか反応しないので、よく見てみたらこれはポスターにこのマークがあったら駅タグの取れるところですっていうマークでした。気を取り直して机からもう一度駅タグを取得します。常磐線と武蔵野線の交差と、あと竪穴式住居がモチーフになっています。次の駅までは 1.7 キロ21分となります。流鉄流山線の線路を渡って進んでいきます。馬橋駅に到着しました。駅タグを発見しました。駅タグをゲットします。臨済宗鳳凰山満々寺がモチーフになってるみたいです。次の駅までは 1.4 キロ約17分となります。北松戸駅に到着しました。北松戸駅のスタンプをゲットしました。松戸の獅子舞と松戸競輪がモチーフになってるみたいです。次の駅までは 2.4 キロ29分となります。松戸駅に到着しました。松戸駅のスタンプをゲットしました。コナンのスタンプラリーもあるみたいで、結構人が多かったです。特産の梨と龍がモチーフになってるみたいです。次の駅までは4キロ53分となります。江戸川を渡って東京都に入っていきます。チューブのような東京外環環状道路を見ながら進んでいきます。江戸川の堤防を歩きながら進んでいきます。すごいここは広くて通りやすいですよね。このまま進んでいくと違うところになっちゃうので、金町駅の方に向かって堤防を降りて進んでいきます。金町駅に到着しました。金町駅の駅タグをゲットしました。矢切の私がモチーフになってるみたいです。次の駅までは 2.6 キロ33分となります。ここで貨物列車が来たので、踏切のところで待っていましたが、結構長い貨物列車だったんですよね。で途中で止まったりとかするので、結構ここの踏切の方では待たされました。中川を渡って進んでいきます。亀有駅に到着しました。亀有駅の駅タグをゲットしました。亀がモチーフになっています。次の駅までは 5.8 キロ75分となります。綾瀬駅が駅タグがないんで、そこは飛ばして次の駅に行くような形になっています。荒川を渡って進んでいきます。ちょうど京成線の脇を歩いていたので、スカイライナーが通っていくところを見ることができました。歴史を感じさせる京成線の高架下を進んでいきます。さらに進んでいくと、高さ 1.7 メートル制限の高架下をくぐっていくような形になります。頭はスレスレでしたね。北千住駅に到着しました。
北千住駅は南口の改札の方にスタンプ台がありました。ここは珍しく台に貼ってあらずに、ポスターの方に駅タグが貼ってあったので、スムーズに撮ることができました。千住ネギとお化け煙突がモチーフになっています。次の駅までは 2.1 キロ26分となります。南千住駅に到着しました。南千住駅の駅タグをゲットしました。近くにある JR 貨物墨田駅がモチーフになっているみたいです。次の駅までは 2.1 キロ26分となります。三河島駅に到着しました。三河島駅の駅タグをゲットしました。枝豆と島根がモチーフになっているみたいです。次の駅は 2.8 キロ39分のところです。ここからはちょっと奥行きの駅スタンプがあったんですけど、なかなか取る機会がないので奥駅に向かうことにしました。奥駅に到着しました。奥駅の駅タグをゲットしました。車両センターと土器がモチーフになっています。今回はここで終了なので駅の中に入って帰ることにしました。今回は常磐線の新松戸駅から三河島駅まで歩きましたと。で、奥駅を取ってなかったので奥駅を今回はついでに最後に取るという形で進みました。常磐線は今後は新松戸駅から我孫子の方に向かっていくというような感じですけれども、我孫子の方に行くと駅と駅の間が長そうなのでちょっと心配ですと。次回はそちらの方を攻めていこうと考えております。いかがでしたか？面白いと思われましたらチャンネル登録、いいねを押していただけると励みになります。ではまたよろしくお願いいたします。